かつて東の浅草、西の新海地と呼ばれた神戸の新海地ですが、1960年代からドヤ街へと転落してしまいます。今回はそんな新海地の歴史と今を紹介します。皆さんこんにちは、チンスポの達人です。今回取り上げるのは兵庫県神戸市の新海地です。場所で言うと三宮から西に電車で10分くらいのところにあります。で、駅を中心に多聞通りを挟んで南北に新海地商店街が伸びています。この辺りは100年ほど前まで川と土手でした。1900年初頭に旧港川の埋め立て工事が行われて、新たに開発された土地っていうことで新海地と呼ばれるようになります。そして1910年代には集落館をはじめ数多くの劇場や寄席が立ち並び、東の浅草、西の新海地と言われるまでになります。ちなみに集落館の正式名称は聚楽館ですが、市民から集落館と呼ばれ、そっちが正式名称になりました。さらに1924年には当時東洋一の高さを誇った神戸タワーが完成し、あと神戸松竹座も開業したりして大変なにぎわいを見せます。全盛期には劇場24館、商店202軒があったそうです。淀町こと映画評論家の淀川長春さんはこの近くの出身で、足しげく新海地に通ったそうです。新海地について神戸文化の噴水という言葉も残しています。で、新海地は娯楽だけでなく行政やビジネスの中心地でもありました。すぐそばには市役所があったほか、新聞社や電力会社、ガス会社なども集まっていたんですね。あとこの町に人が集まった理由として、隣接する福原遊郭の存在が大きかったことは間違いないでしょう。福原は売春防止法の成功後に赤線を廃止されますが、現在も西日本最大規模のソープ街として君臨しています。で、この町を散策した個人的な所感としては、横浜の小金町と寿町を足して2で割ったような町という印象でした。小金町はちょんの間があったところで、寿町は日本三大ドヤ街に数えられる町です。その寿町と同じく新海地にもボートレースのチケットショップがあります。で、もちろんボートレースのショップがあるところ全部がドヤ街っていうわけではないんですけど、新海地は実際に1960年代からドヤ街へと姿を変えました。映画を誇った新海地ですが、1945年の神戸大空襲で一部を残して全焼します。戦後間もなく娯楽施設が復活しますが、新海地南部が長く進駐軍に接収されたため復興が遅れました。あと実は戦前から阪神や阪急が乗り入れてる三宮の方に人が集まる流れができつつあったんですけど、1957年に市役所が三宮に移転したことでその流れが一気に加速します。その後は神戸タワーの撤去、第一次オイルショックにより沿岸部の工場の縮小、神戸松竹座の閉鎖、集落館の閉鎖と相続き、衰退の一途をたどります。戦後はテレビの台頭により映画が娯楽の中心ではなくなっていったのも大きかったんだと思います。映画館の跡地には次々とパチンコ店が建設されていきました。なぜパチンコ店かっていうと、日雇い労働者の娯楽だからです。新海地商店街のアーケードには今もたくさんのパチンコ店があり、賑わっています。めちゃくちゃ多いですよね。で、残った映画館も成人映画を主体に上映にするようになり、いつしか新海地は怖い、汚い、暗い、いわゆる 3K の街として市民の足が遠のくようになりました。代わりに集まってきたのが日雇い労働者の人たちです。
おそらく沿岸部の工場での職を求めてやってきたんだろうと推察されますが、前世紀の1970年代、新海地には50軒ものドヤがあったそうです。そんなドヤの唯一の生き残りが1959年創業のこの三和ホテルです。もう見るからに異彩を放ってますね。でこのご時世に1泊1100円っていうありえない値段設定です。ただ申し訳ないんですけど、入り口にいるだけで結構匂いがきつかったです。でお部屋はこんな感じのようです。本当布団1枚分だけのスペースですね。で経営者の方へのインタビュー記事によると、三和ホテルの部屋数は138で、昔は常に労働者で満室だったそうなんですけど、2000年代に入った頃から不況で日雇い仕事の募集がなくなり、労働者も消えていったとのことです。この三和ホテルの真向かいには新海地アート広場があります。1996年にオープンした神戸アートビレッジセンターが2023年にリニューアルオープンしたもので、館内では作品の展示や子どもが楽しめるワークショップなどが行われています。休日に行ったこともあり、結構にぎわってました。で実は1980年代以降、新海地の商店主たちが新海地周辺地区まちづくり協議会を結成し、アートを切り口にしたまちづくりに取り組んできました。なんかその辺も横浜の小金町と似てるんですよね。時系列的にはこっちが先なので、もしかしたら小金町の方が参考にしているのかもしれません。で確かにこの道路とかアスファルトではなく石畳が使われていて、なんかヨーロッパの道路を彷彿させなくもないというか、おしゃれな感じがします。ボートレースのチケットを買いに来たおっさんが路上に唾を吐いたりしてましたけど。ちなみにこの通りはかつてチャップリンが通ったこともあります。通りの入り口にはビッグマンというシンボルゲートがあるんですが、モチーフはもちろんチャップリンです。で通行看板も帽子っていう芸の細かさです。はい、ということで新海地を紹介しました。アートで町おこしをしようっていう気概は随所に感じつつ、そこで暮らす人たちはボートレースやパチンコに夢中で、結局町は人が作るっていうのが率直な感想です。今回は以上となります。それでは次の動画でお会いしましょう。ではまた。